釣りをする上で避けては通れない根がかりです。厄介な現象ではありますが、根がかりを恐れていては釣れない魚も多くいます。多種多様な根がかりの要因とメカニズム、そして根がかりを防ぐ仕掛けの工夫や根がかり対策法について解説していきます。本日の結論です。根がかりと釣果は紙一重。本日の目次です。避けられない根がかり。根がかりの原因。多様な根がかりと原因。根がかりが起きやすい釣り。根がかりした際の対処法。根がかりを避ける方法。根がかりしにくい仕掛け。根がかりと環境問題。この8つについて解説していきます。避けられない根がかり。根がかりとは釣り針や重り、釣り糸、ルアーなどが水底や障害物に引っかかる現象を言います。水底の岩礁ばかりでなく、川石、海藻、倒木、人工的な小田や巨礁、さらには水中のロープなどに仕掛けが引っかかる、いわゆる根ではないものに引っかかった場合も根がかりと呼びます。カサゴやメバルのような根魚はもちろん、淡水域のコイやブラックバスのように障害物の近くを好む魚は多く、これらの魚を狙う際には必然的に根がかりの要因となるものの近くに仕掛けを投入することになります。このため根がかりは避けて通れない現象です。逆に言えば根がかりを恐れて障害物の周辺を狙うことができなければ釣果も激減してしまうということになります。根がかりの発生は用いる仕掛けやその操作でかなりの部分を回避することができます。釣りの上手な人ほど根がかりをさせずに障害物スレスレのポイントに仕掛けを投入し釣果を上げています。ここでは根がかりが発生するメカニズムと起きてしまった時の対処法、根がかりを防ぐ仕掛けの工夫などを考えてみましょう。根がかりが多発する釣りの一例を紹介します。流れの中の釣り。流れのある釣り場では水の流れによって仕掛けや重りが押し流されることによって根がかりが発生します。根がかりを避けるために適切な重さの重りの選択と仕掛けのコントロールが重要です。水底を探る釣り。完全な砂地や泥底のポイントを除けば投げ釣りやぶっこみ釣りなど仕掛けを岸から遠投して水底にいる魚を狙う釣りは最も根がかりの発生しやすい釣りと言えます。事前に水底の地形や障害物の存在を把握したり、仕掛けを工夫したりすることによって、できるだけ根がかりしないよう対処することが大切です。ゴロタバや磯の釣り。起伏の激しい岩礁帯や大小の岩が混在するゴロタバは、たとえ浮きを使った釣りでも根がかりが発生しやすい場所と言えます。特に重りが岩と岩の間に挟まる形での根がかりが発生しやすいです。根がかりの原因。根がかりの原因となるものは水中にあるあらゆる物体ということになりますが、大きく3つに分類することができます。まずはそのものズバリ、水底です。地球を釣ったなどと冗談で言われることが多いですが、海底や川底、湖底に仕掛けがかかる根がかりが最も頻度が多いと考えられます。特に磯場のゴツゴツとした海底を狙う磯釣りや溶岩の痕跡が残る河口湖での釣りなどで海底地形が原因となる根がかりが発生しやすくなります。また大小の岩が重なるゴロタ浜や中上流域の河川などでは岩と岩の間に仕掛けが挟まる形での根がかりが発生することも多いです。次に意外と多いのが水中にある植物が原因となる根がかりです。淡水では足やハスなどの中水植物、ヒシやカナダモなどの水生植物、海ではカジメやホンダワラなどの海藻類が根がかりの原因となります。また、水底に沈んだ流木や倒木などにも注意が必要です。特に河川をせき止めてできたリザーバー型のダム湖などでは、流木や倒木による根がかりが多発します。3つ目に人工構造物が元となる根がかりがあります。代表的なのは魚を集める目的で沈められている人工魚礁や沈船です。これらの構造物は釣りの格好のポイントとなる反面、複雑な形態が
根がかりを誘発しやすくなります。また、ダム湖のブラックバス釣りや港湾部でのシーバス、スズキ釣りでは、桟橋やドック、バースなどの人工構造物が格好のポイントとなりますが、これらの構造物も根がかりの元となります。その他、漁船のもやい網や定置網や生けすのような漁具をつなぐロープ、さらに水底に沈められている土のう袋や工事の際に用いられるブルーシートなどにも要注意です。これらの障害物は繊維でできているため、一度針が刺さってしまうと外れにくい上、それ自体が動くために魚の当たりと勘違いして合わせを入れてしまいやすくなります。まず、目視で位置を確かめるのが一番の予防策ですが、目に見える部分だけでなく、水中に隠れている部分の形状も想像して根がかりを避けることが大切です。最後に、一度根がかりして水底に残されたラインや仕掛けに新たに仕掛けが引っかかり、二次的な根がかりを招く例も多いです。特に人気の釣り場ほど水底に仕掛けが残されていることが多いです。根がかりを引き起こす障害物のまとめです。水中の根など、根がかりの名の通り、根と呼ばれる水中の起伏や岩礁は根がかりを引き起こす代表的な要因です。絶好のポイントであるだけにうまく攻略したいです。流れの中の石など、鮎釣りや渓流釣りでは流れの中にある石に重りやおとりを引っ掛けてしまいやすいです。石の存在を把握し、仕掛けを的確にコントロールしましょう。海藻、水生植物。水中に生えている植物も根がかりの要因になりやすいです。多くの場合、強く引くことで仕掛けは回収できますが、ポイントを潰してしまうため要注意です。倒木など、水中に存在する木も根がかりの要因です。川以外でも川をせき止めてできた湖では、水没する前に生えていた木が多数存在し、障害物となっています。人工の構造物、防波堤や波消しブロックをはじめ、魚礁や桟橋、バースなどは魚の寄り付くポイントであると同時に、複雑な形状から根がかりを起こしやすいです。布やロープなど、水中にある土のう袋のような布や船をつないでいるロープは最も厄介な存在です。柔軟であるため感知するのが遅れてしまうことが多いです。多様な根がかりと原因。根がかりはどのようにして発生するのでしょうか。一口に根がかりといっても、引っかかる仕掛けの部位やかかり方によって千差万別です。多様な根がかりの形式を見ることによって予防法や対策を考えてみましょう。まず考えられるのは、仕掛けの最も先端に位置する釣り針が障害物に引っかかるケースです。これは胴付き仕掛け以外では根がかりのうち最も多く見られるものと考えられます。釣り針そのものが魚の口に引っかかりやすい形状になっているため、障害物にかかりやすくなってしまうのは必然とも言えます。特にルアー釣りの場合、多くのルアーには三つ股状のトレブルフックが装着されているため、より根がかりが起こりやすいと言えます。釣り針による根がかりを完全に防ぐことは困難ですが、対策として眠り針や狐針のように針先が内側を向いた形状の針を用いたり、餌や装飾品に浮力のあるものを用いて浮かせるといった方法があります。また、鮎の友釣りでは釣りの性格上根がかりが多発しますが、その時の状況や川底の地形などによって魚にかかりやすい形状の針と魚へのかかりやすさは劣るが、根がかりしにくい針を使い分けるケースがあります。重り単体による根がかりも少なくありません。岩礁帯を狙った投げ釣りや胴付き仕掛けを用いた根魚、ヒラメ、カワハギ釣りなどでは、重りが海底の岩場の隙間などに挟まってしまうケースが多いです。特に仕掛けを投入して放っておいた場合、重りが流れて移動することによって挟まりやすくなります。船釣りでは重りを一旦着底させて糸を張ることを底立ちを取ると言いますが、この動作を頻繁に行い、常に底スレスレに仕掛けを保つことが根がかりを防ぎ、かつ魚を釣るために重要となります。最後に釣り糸、
ラインそのものが引っかかるケースもあります。これは潮の流れや風などで流された道糸が岩礁や構造物にかかってしまうケースで、投入した仕掛けを放置した場合に起こりやすくなります。一旦道糸が引っかかってしまうと、引かれた道糸につられて針や重りが引っかかってしまうことも多いです。基本的には糸に適切なテンションを保っていれば起こりにくいものでありますが、糸にテンションをかけないで仕掛けを流す深瀬釣りや生き餌を自由に泳がせる野猿釣りなどではどうしても発生しやすくなります。なお、道糸の素材によっても根がかりの頻度は変わってきます。水よりも比重の重いナイロンやフロロカーボンの道糸は根がかりしやすく感じるかもしれませんが、水に馴染みやすいため意外と根がかりしにくいです。一方、PE ラインは低深度で感度がいい反面、比重が軽いため水の流れに馴染みにくく、水流に流されて思わぬところに引っかかるケースがあります。同時に PE ラインは同強度では極端に径が細く熱に弱いため、根ずれに弱いということも覚えておきましょう。根がかりしやすい仕掛けのパーツのまとめです。針。鍵状の形状を持つ針は最も根がかりしやすいパーツの一つです。あらゆるものに引っかかる可能性があります。針先が内側を向いた形状のものを使うことで根がかりをしにくくすることはできます。重り。比重の重い重りは自重によって岩の隙間などにはまり込んでしまいやすいです。突起の少ない形状のものや根がかりを防ぐ機能を持った重りを選ぶことで根がかりの危険性を減らせます。釣り糸。道糸は風や水の流れで流されることによって水中の障害物にかかってしまうことがあります。また、糸の素材によって比重が違うことも考慮しましょう。PE ラインは軽いためにかえって流されやすいです。根がかりが起きやすい釣り。根がかりの起きやすい釣りは当然ながら海底に住む魚を狙う釣りであり、中でも岩礁帯や障害物の周りを好む魚を狙う釣りで発生しやすくなります。淡水の釣りでは鯉やウナギ狙いのぶっこみ釣りやブラックバスのルアー釣りが挙げられます。また、そこを狙う船の浮き釣りや渓流の脈釣り、鮎の友釣りでも根がかりが発生するケースがあります。ぶっこみ釣りの場合は、事前に針がついていない仕掛けを投げて水底の状況を把握したり、ルアー釣りの場合は根がかりしにくいルアーを用いたり、極力根がかりさせないようなルアー操作が必要になります。海釣りでは中層を狙う釣りや砂底に住む魚を釣る場合を除いて常に根がかりの可能性があります。岸からの釣りでは特に水底に仕掛けを沈める投げ釣りや岩礁周辺を狙う磯釣りで対象魚を問わず根がかりが発生します。また、船からの釣りでは岩礁帯に好んで生息するカサゴやメバル、アイナメといった根魚を狙う釣りや浅場のカワハギ釣りでも根がかりが多発します。こうした釣りの場合、根がかり対策を講じることが可能ですが、必要以上に根がかりを避けると釣果も上がらないことが多いです。ある程度は根がかりすることを覚悟した上で予備の仕掛けや重りを多く用意して挑むしかないケースがほとんどです。なお、同じ魚を同じポイントで狙う場合、船から真下に仕掛けを下ろす場合と投げて探る場合では、投げて釣る場合の方が圧倒的に根がかりが発生しやすいです。障害物に対して垂直に引けば回避される場面でも、斜め横から引きずられることによってかかりやすくなってしまいます。例えば、カワハギ釣りやアイナメ釣りで仕掛けを投げて横に探る場合は、仕掛けを引きずるのではなく、跳ね上げながら移動させるようにすると、比較的根がかりしにくくなります。引きずる釣りも根がかりが多くなります。岩底やゴロタなどの釣りでは、着底後、竿先を高く上げるようにして仕掛けを跳ね上げることで根がかりを防ぐことができます。仕掛けを引きずると根がかりが多発する仕掛けを跳ね上げて沈下させることが魚への誘いにもなります。カレイ、アイナメの投げ釣りやルアーでのボトム狙いなど、底を引きずる釣りは必然的に根がかりも多くなります。ずるずると引きずるのではなく、
重りやルアーを跳ね上げるように竿を操作することによって根がかりを防ぐことができます。なお、この動作は魚に対するアピールにもなります。船からの釣りでも根が粗いところでは仕掛けを持ち上げるようにして移動させるのが基本です。根がかりした際の対処法。根がかりをしてしまったら、まずはうまく外すことを考えます。この時に重要なのが、異なる方向から力を加えることとテンションを変化させることです。根がかりの原因が岩などの硬いものである場合、針や重りががっちりかかりきっていない場合が多く、かかっている方向と逆の方向に引いたり、急激にテンションを変化させることで簡単に外れることもあります。魚とのやりとりでテンションを変化させるとバレやすいと言われますが、それを意図的に起こします。具体的には、根がかりをした際は、まず竿を立てて軽く煽ってみます。それで外れないようなら左右に煽ってみたり、初めに引いていた方向と反対方向に引いてみます。陸からの釣りの場合は左右に移動しながら引いたり、ボートの場合は可能であれば反対側に回り込んで引く方法が効果的です。さらにリールとガイドの間のラインを掴んで強く引いたり緩めたりを繰り返すことで急激にテンションを変化させ、かかった針や重りを外すことができる場合があります。ブラックバスや岸からの間目、カサゴ狙いの釣り人がよく使うテクニックです。なお、モバや岩礁帯の周囲を狙うアオリイカのエギングも根がかりが発生しやすい釣りの一つですが、針、カンナが海藻に引っかかっているだけである場合も多いです。この場合、絶対にラインのテンションを緩めないようにしてゆっくりと引くと海藻がちぎれたりカンナが開いたりして回収できる場合が多いです。以上のような方法を試しても外れない場合は意を決して強く引いてみるしかありません。根がかりしたのが水草や海藻のような植物の場合は葉がちぎれることで回収できる場合が多いです。また、ラインの強度が針の強度に勝っている場合、針が伸びることで仕掛けやルアー本体を回収できる可能性もあります。この際の注意点は、必ず竿とラインを一直線にしてリールのスプールを押さえて引くことです。竿を立てて引いてしまったり、リールのドラグを必要以上に締め込んで引くと、竿やリールに思わぬ力が加わり、破損につながる恐れがあります。竿やリールへの負担を軽減させるために、道糸を手に持って引く方法もあります。繊細な穂先を持つ竿や折れやすい高弾性カーボンを使用した竿の場合は、この方法を用いた方がいいです。ただし、特に PE ラインを使用している場合は、手で道糸を引っ張る際に怪我をする恐れがあります。グローブをしたり、タオルなどで手を保護しながら注意して行うようにしましょう。近年はより安全かつ確実に根がかりを切断できるよう輪になったゴム製の器具に道糸を巻きつけて根がかりを切る道具やラインに引っ掛けて海中に滑らせることによって仕掛けのすぐ上でカットするような器具、使い捨てのものと回収可能なものも売られています。沖の大物狙いなど太い仕掛けを用いる場合は根がかりを切断するのも容易ではないため、こうした器具を準備しておくといいです。ルアーを回収する様々な器具も販売されています。長い棒の先にルアーを絡め取るものや、鎖状の器具を強い糸の先につけてルアーを引っ掛けるものなどがあります。ルアー1個分程度の価格で購入できるものもありますので、一つ携行しておくと役に立ちます。なお、根がかりを回収した後は、ラインに傷がついていたり、針先がなまっている場合が多いので、必ず確認しましょう。ここまでやっても外れない場合は、ラインを切ることになります。この際、手元のラインをハサミで切るのはご法度です。できるだけ針に近い場所で仕掛けを切り、水中に残す仕掛けやラインを最小限にしましょう。そのためには仕掛けの工夫も大切になってきます。根がかりの外し方のまとめです。竿を軽く煽る。軽度な根がかりの場合、竿を軽く煽ってやると外れることが多いです。糸のテンションを張る
緩めるを意識して行うと効果的です。左右に移動してみる。特に重りの根がかりはこれで外れることが多いです。左右に移動して引いてみたり、可能であれば対岸、反対方向から引いてみましょう。テンションを変える。糸に強いテンションをかけてから一気に緩める。その際の反動を利用して根がかりを外す方法です。ルアーが流木などにかかっているような時に有効です。竿を一直線にして引く。強く引くことで針が伸びたり、水草などがちぎれて回収できる可能性もあります。この際、竿を傷めないようにラインに対して一直線にすることです。道糸を持って引く。タックルに負担をかけたくない場合は、糸を手で持って引くようにします。手を切らないようにグローブをしたり、タオルを巻きつけたりして保護しましょう。糸を切る。最終的には何らかの手段で糸を切断するしかありません。糸が切れた反動で竿が傷まないよう、道糸を竿先から十分に出した状態で行いましょう。根がかりを避ける方法。根がかりを回避する方法として確実なのは、根がかりの原因となるような障害物のある場所を避けて仕掛けを投入することです。しかし、比較的障害物の少ないシロギスの投げ釣りでも、沈み根の周りが高ポイントになることは多く、ましてや岩礁帯や障害物の周りを好む魚を狙う場合は、こうしたポイントを避けるわけにはいきません。そこで、まず水底の地形を把握することが第一の予防策となります。水底の地形が把握できていれば、根がかりをさせずに仕掛けをコントロールし、根がかりを防ぎつつ、魚にアプローチすることが可能になります。さらに、水の流れや潮の動きを読むことができれば、仕掛けが流されることによる根がかりも防げます。仕掛けを投入した際に、道糸や竿先から伝わる感覚に集中し、水底の形質や障害物の存在を察知することで、針や重りが引っかかる前に回避することが重要です。はじめのうちは難しいかもしれませんが、伸びの少ない PE ラインを用いたり、先調子の感度の良い竿を用いることで、より詳細に海底の地形を察知できます。また、船釣りやボート釣りでは、魚群探知機を用いることで海底の地形を把握し、それに沿って仕掛けをコントロールすることで根がかりを減らすこともできます。近年は遊漁船に搭載している魚群探知機の画像をそれぞれの釣り人の手元にある苔に映し出すシステムも充実しています。こうした機器の画像を活用して水底の地形を把握するのも一手です。さらに水中の様子を 3D で映し出すことができる機器もあります。こうした機器が普及すれば、よりリアルに水中の様子を把握し、根がかりを未然に防ぐことが可能になります。地形を把握して根がかりを回避する方法のまとめです。水底の様子を把握する。水底の様子が目視できなければ、竿や糸から伝わってくる感覚を頼りにします。高感度の竿や伸びの少ない糸を使うことで情報量を増やしましょう。底狙いの浮き釣りでは、実際に仕掛けを投入して場所ごとの水深を測る方法が一般的です。魚群探知機の活用。魚群探知機は魚の群れを探すだけでなく、海底の地形を察知するためのツールとしても非常に有効です。近年はスキャンの能力がアップすると同時に、水中の様子を 3D で表示するサイドスキャンソナーなども登場しています。根がかりしにくい仕掛け。根がかりを防ぐ手法として仕掛けに工夫を施して障害物に引っかかりにくくする方法も古くから用いられてきました。例えば、重りが針の下に位置する胴付き仕掛けは海底から針を離すことで通常の吹き流し仕掛けと比べて格段に根がかりしにくくなっており、岩礁帯の魚を狙う際によく用いられています。また、針先が内側を向いた眠り針を使うことで障害物にかかりにくく、障害物と接触することによる針先の摩耗を抑えられます。重りはゴツゴツと角張った形状のものよりも
突起のない球形に近いものの方が根がかりが少ないため、カワハギ釣りやカサゴ釣りなどでは球形の重りが用いられることが多いです。また、重り自体を特殊な樹脂で覆うことによって、より引っかかりにくくした重りも登場しています。なお、当然ながら重い重りよりも軽いものの方が沈下速度が遅く、根がかりの頻度も低くなります。状況を見ながらできるだけ軽いものを使うことも根がかり回避には有効です。浮き釣りの場合は浮き下を適宜調整することで根がかりを防ぎながら底スレスレの棚を狙うこともできます。これはスプーンやメタルジグなどの沈むルアーを水底近くで操作する場合も同じことが言えます。イシダイの磯釣りや根魚釣り、深海釣りなどでは捨て重りというシステムも使われます。これは重りの直前の糸を幹糸やハリスよりも細くしておき、重りが根がかりした際にその部分が切れて仕掛けとかかっている魚を回収するためのものです。このシステムでは鉛による環境への悪影響や懐具合を考慮して重りに鉄筋をカットしたものやハイボルトが使われることもあります。投げ釣りなどで用いられる天秤は L 字型のものよりも名古屋天秤やジェット天秤のように引くことで一直線になるものの方が根がかりしにくいです。さらにジェット天秤の場合は重りに羽をつけることによって浮き上がりを早くし、手前の根に仕掛けが絡むことも防いでくれます。他に木重りや柔軟性のある重りなど根がかり回避能力を高めた重りも考案されています。ルアーフィッシングでも優れた工夫が施されているルアーや仕掛けが多いです。テキサスリグと呼ばれるワームを用いた仕掛けでは、針先がワームの中に埋め込まれているため、水底の障害物に引っかかりにくく、より複雑なポイントを攻めることができます。また、ラバージグなどでは、細い針金や歯ブラシ状の繊維で針先をカバーし、根がかりを防ぐものもあります。ワーム以外でもメタルジグのテールフックを外してアシストフックのみにしたり、プラグのフックをダブルフックに交換することなどによって根がかりを減らすことが可能です。根がかりに対応する仕掛けのまとめです。捨て重り仕掛け。胴付き仕掛けで用いられることが多い捨て重り仕掛けとは、重りに接続する糸を道糸や幹糸よりも細くした仕掛けのことです。重りが根がかりしてしまっても捨て糸が切れることで仕掛け本体やかかった魚を取り込むことが可能になります。幹糸よりも1号から2号細い糸で接続するのが一般的です。ルアーフィッシングに見られる工夫。針先をブラシでガードしたラバージグ。ワームの中に針先を隠したテキサスリグのセッティング。ダブルフックのプラグ。主にブラックバスを釣るためのルアーでは根がかり対策を施したものが多いです。根がかりを避けつつも魚へのかかりを妨げないように様々な工夫が施されています。根がかりと環境問題。最後に根がかりが引き起こす環境問題について触れておきます。根がかりし、海底に残された釣り糸や重り、ルアーなどは長期間分解されることなく残るため、様々な問題を引き起こします。また、根がかりした仕掛けがさらに二次的な被害を引き起こすことがあります。例えば、潜水漁を行う漁師さんの足に根がかりしたラインが絡まって溺れかけたり、海苔の養殖棚や定置網のロープにかかっている釣り針やルアーで水揚げ中に大怪我をしたりといったように、一歩間違えば大事故になりかねないケースもあります。現実に定置網に対する被害を原因として釣り自体が禁止になってしまった海域の例として、大型スズキのポイントとして有名だった千葉県富津ののり棚周辺が挙げられます。魚にとっても引っかかって放置された仕掛けに魚がかかってしまい、そのまま逃げられずに死んでしまう現象、ゴーストフィッシングを引き起こすことがあります。また、湖の湖底に残されたプラスチック製のワーム類から有害な化学物質が染み出す問題も指摘されており、神奈川県の芦ノ湖をはじめ、いくつかの湖ではワーム類の使用が禁止されています。
さらに多くの重りが主成分とする鉛も環境にとっては有害です。これらを防ぐためには我々釣り人が極力根がかりを起こさないように釣りをすること、そして万が一根がかりをしてしまった場合は水中に残す仕掛けを極力少なくすることが重要です。最近は微生物によって分解されるワーム、環境に対する負荷の小さいタングステン製や鉄製の重りも市販されるようになってきました。釣りをする上では決して有利とは言えないものもありますが、これらを積極的に活用していく必要もあります。なお、かつて開発され市販されていた生分解性の道糸は既存の道糸と比べて釣りをする上での優位性がなかったため、市場からほとんど消えてしまいました。強度を保ちながら環境に優しい釣り糸が使えるように今後の技術開発に期待したいところであります。根がかりは釣り人にとって精神的・経済的ダメージを与えるばかりか、環境にとっても負荷の大きなものになり得ます。根がかりを恐れることなく攻める一方で、できるだけ根がかりをさせないような釣りを楽しめるようになりましょう。今回の授業は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。サブチャンネル遊びって学べるも合わせてご登録いただけましたら嬉しいです。釣りに関する時事ネタや釣りって学べるの裏話、そして私個人的な意見や釣り以外の遊びなどなど配信していきます。特にゲームがお好きな方は必見ですよ。ぜひ釣りでも釣り以外でも一緒に遊んで学びませんか？また次回の動画でお会いしましょう。